こんにちは、アミティ先生です。今日は What's in my bag ということで、私のカバンの中身の紹介と、あと最近私がお気に入りで使っているバッグたちですね。小、中、あと大と、3種類あるので、これを紹介していきたいなと思います。ちょうど1年前ぐらいに What's in my bag やったんですけど、そっからとはですね、もう中身も全部違うし、外のねバッグ、使ってるバッグも全然違うので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。で、アイテムはですね、できるだけ概要欄のところに載せてるので、よかったらチェックしてみてください。ということで、まずはバッグから紹介していきます。小中大あるんですけど、まず一番ちっちゃいのがこちらでございます。ザローのバッグです。こんな感じでちょっとしたお出かけとかに使えるものなんですけど、これもうめちゃくちゃずっと欲しくて、もう買うか何ヶ月も迷って買ったんですけど、すっごい柔らかいのね。皮がちょっとカメラではね伝わりにくいんだけど、すごいテロテロで柔らかい、可愛いんですよ。これがクタッとなる感じ、私クタッとなるのがね好きなんです。もう全部全部このクタッと感があるんですけど、これはですね、私が今年の自分の誕生日プレゼントとして自分のために買ったものになるんですけど、ずっと欲しかったものになります。で、2つ目が、こちらです。ウィムガゼットっていうところで買ったその辺のお出かけバッグみたいな感じにも使えるし、普通にちょっとスーパー行くぐらいでも使えるようなバッグなんですけれども、スウェード生地なんですね。これもテロテロでございます。で、ここにちょっとワッペンとか可愛いのがついてるようなものになります。で、3つ目がこちら、私がプロデュースした iPad バッグになります。 Mac とかも水筒とかカメラとか何でも入るオールインワンのバッグになります。こちらがね、チャック開いてここから取り出せるというような感じになります。発売してわずかもう10分でですね、本革の方が即売り切れてしまいましてですね、今現在はこのナイロン型、ここがナイロンで下のところが革になってるこうミックス型のものがあと少し在庫があるくらいかなっていう感じなんですけれども、もうめちゃくちゃ使いやすくて、どんなコーデにもね合わせられる万能なものになります。男性の方でもね背負っていただけるものになるんですけど、本当に買ってくださった皆さんどうもありがとうございます。もうめちゃくちゃレビューをねいろんな SNS とかで送ってくれて嬉しいなと思って見させていただいてるんですけれども、そんな感じがですね、この3つ目のリュックということで、こちらは、リュック型にもできるし、あと斜め掛けもできるし、肩掛けにもできます。今日のねちょっと私のこういうちょっとおしゃれしたい時とかは肩掛けでよいしょ、こんな感じで持ったりするんですけれども、どんな服装にも合わせられるのが、この3つ目になります。で、さっき言った通り全部に共通しているのがクタッと感ですねクタッとしたものが大好きでございます。では続きまして、ちょっと中身の紹介をしていきたいなと思います。これザローのバッグはちょっとしたお出かけに使うんですけれども、意外とこのちっちゃさなのにめっちゃ入るんですよ。で、まずは iPhone ですね。 iPhone は私は iPhone17 Pro の500ギガのやつを使ってます。で、カバーはですね、モフトの白いカバーのやつを使ってます。で、お財布がですね、こちらセリーヌのお財布になります。これは2年ぐらい使ってますね。で、私このね色がすごい好きなんですよ。この茶色のキャメルみたいな。で、これが好きすぎて自分でこの色の革小物をいっぱい作りたいなと思って、今革小物をね新しく作ってるんですけど、ちょっとジネルっていうブランドをねちょっと立ち上げていろいろ革小物を作っています。で、第1弾がですね、こちらイヤーポッツケースを作りました。ほとんどさっきのセリーヌのやつと色味一緒なんですけれども、こんな感じでよいしょ、イヤーポッツケースが入ってボタンで留めて、こんな感じでカラビナがついてるようなものになります。で、カラビナはですね、こんな感じで取り外しができるんですけど、ちょっとこう長い首のストラップとかも、つけておりまして、こうやって自由自在に切り替えることができます。で、裏のところにはですね、こんな感じでジネルというロゴが入っております。もうこれはですね、私ずっと首からねこうやってぶら下げてつけてるんですけれども、めちゃくちゃお気に入りで、一からねこれの本革も作ったんですよ。もうアミティ先生完全オリジナルの革でこちらのイヤーポッツケース作らせてもらったんですけど、ずっと欲しかったんです、このケースの首ぶら下げ。なぜかというとですね、私旅行にたまに行くんですけれども、旅行行く時ってイヤーポッツケースとかなくすじゃないですか。
で私はですね、首からぶら下げてたら飛行機行く時もちょっとお出かけ行く時も絶対になくさないから、もうこれはね本当に重宝してます。他にもジネルいろいろ作ってまして、こちらがですねサングラスケースになります。これはもうちょっとね今サンプル段階なんですけど、サングラスケースだったりとか、あとはこれちょっと後で紹介しますけど iPad ケースですね。こんな感じで、はい、完全オールレザーの全く同じ素材のやつで作っています。中身はですね、サングラスが最近はね暑いし、すっごいね日の光も強いのでサングラスをはいこんな感じでかけております。これはですねアイバンのサングラスです。もうめちゃくちゃお気に入りで、自分の顔の形にすごいフィットしているので、あとこの透け感みたいなのとかもすごい気に入っててよくつけてます。ちょっとべっ甲みたいになってるんですよ。なんで今日の服とかでもあってお気に入りです。でもう1個、これは普通のメガネなんですけれども、これ前も紹介したんですけど49のメガネになります。ちょっとこれもねサングラスっぽい感じで薄いのがついてるんですけど、私は丸型のメガネの方が似合うので、こういうのをたくさん持っております。続きましてが鍵ですここにエアタグが入ってます。この桃の中にエアタグが入っております。このピーチのやつがメゾンデサブレというところの、エアタグケースになります。ここをサイト見てもらったらエアタグがねめちゃくちゃたくさん売ってるんですけど、めっちゃ可愛いのでおすすめです。続きまして、はい、ジネルのハンドクリームでございます。これは私がプロデュースしたハンドクリームになりますけれども、とってもいい香りで、つけた瞬間サラッサラになって iPad がベタつかないというコンセプトで作らせてもらったんですけれども、はい、本当にもうかなりたくさんの方に買っていただいてどうもありがとうございます。ログとリフっていう香りがあるんですけど、ログの方がウッディ系でリフの方がシトラス系。これ今シトラスをつけてるんですけど、本当にいい香りでサラサラになるので、こちらもですねチェックしていただけると嬉しいなと思います。で続きましてが、よいしょ iPad、 ここできました。 iPad でございます。もうこれを持ち歩かない日はほとんどないんじゃないでしょうか。そしてこのねザローのバッグにギリ入るのめっちゃギリギリだけど、どれだけちっちゃいバッグでも私は iPad が入らないと買わないんですよね。でこれがですね奇跡的に入って、もうその瞬間買いますってなったんですけど、はい、ぴったり入りますと。ただやっぱちょっとこの皮がね薄いから若干怖いかな。こうガシガシ当てると結構辛いかなという感じで、このカバーがないとやっぱりこれには入れるのちょっと怖いなとは思うんですけど、なんでジネルでねこういったちょっとちっちゃい柔らかい革のバッグとかも作りたいなとは思ってるんですが、はい、そんな感じで最後がこちらポーチでございます。この中がめっちゃいっぱいたくさん入ってるのでちょっと紹介します。ここはですね私の、化粧ポーチ、お直しポーチみたいなのがたくさん入ってるんですけど、ちょっとピックアップだけすると、私はリップが大好きなのでいっぱい持ってるんですが、最近の私のお気に入りは MAC のこれマットリップですね。読めませんちっちゃくて読めません。そして最近ね私が好きなのがこのビセ粘膜ルージュっていうビセのリップがあるんですけど、これプチプラなんですけど超おすすめ。なんかすごいねっとりねっとりプルッと、でもツヤ感出るみたいな感じのリップで、これがね、ダリアの誘惑っていう色ですね。であとは RMK のデューイーリップ2番、この辺がおすすめでございます。これは結構濃いめですね。なんか YouTube の撮影とかするときは結構濃いめの発色入れないと光で全部飛んじゃうんですけど、普段はこのビセが一番使うかな。プチプラなんですけど超お気に入り。あとはジネルのネイルオイルですね。これもジネルシリーズでございます。爪にロールでこうやって塗るっていう感じです。でこちらがコンシーラー T フィットってやつかな。はい、外にいる時のお直しにつけるものなんですけど、3色入ってるので結構便利で、あとこれがアンカーの、USB だったりとか SD カードの差し込みのアダプターですね。カメラで撮った写真とかをこのままここに iPad 挿してデータ転送するようなものになります。で最後がプリュスウォーというものなんですけれども、こういう感じの、はい、コームになってるんですけど、これ前髪をね
こういう見えます？こう最近前髪作ったんですけど、前髪ってこうね薄めでこうちょっとセパレートしてる感じがいいじゃないですか。でこれがこうコームで解くとめっちゃパリッと固まって絶対キープするんですよ。こんな感じで絶対にこう乱れないので、もうこれ何本目？多分4本ぐらい使ってるんで、前髪ある人はめちゃくちゃおすすめで、2つ目のこの中間ぐらいのバッグですね。これもね最近買ってめっちゃテロテロでねお気に入りなんだけど、これは結構いっぱい入るからもう好きなものをもうとりあえず入れまくる。で区切りがないので結構中でぐちゃぐちゃして取り出しにくさはあるんだけど、ひたすら入れます。ちょっと大きいバッグの時とかはカメラを持ってったりするんだけれども、いつも通りの GR のカメラでございます。もうこれはずっと愛用しております。ただねちょっと最近また欲しいカメラが出てきてしまって、キヤノンのねカメラがね欲しいんだ絶対これで十分なのに買いたくなるよね。中身ぐちゃぐちゃ系の時にですね、この iPad ケースを私は使ってるんですけど、ここに iPad を入れて、でここにですね Apple Pencil を入れるポッケもあるし、 iPhone をこんな感じで入れれるようになってるので、ポッケがここにたくさんあります。なのでこういうちょっと中でごちゃごちゃする系の時はですね、ケースを入れた方が良いと思います。じゃないとバキバキになりますので、はい、そうするとこんな感じで可愛くない？あんまりたくさん入ってるのがわからないのがねこのバッグのいいとこなんですけど、しかもさここにワッペンいっぱいつけれるからさ、これジニーちゃんとさアップフォリオのさワッペンを生徒さんファンの方にもらってつけようかなと思ったんだけど、硬すぎてつけれなかったはい、ちょっとこういうのねつけれても可愛いかなと思ったんですけど、あと、最近使ってる香水を紹介します。1個目がこちらですね、アーレスのさゆっていう香りでございます。これは女性必見、モテの香りで、これがですねディプティックのオーデサンズっていうものなんですけれども、これはお風呂の香りみたいな感じで最近よく使ってるんですけど、はい、これが2つが最近のヘビロテでございます。あとヘアクリップとかもなんかいっぱい持ってて、これはねアマゾンでね可愛いのあったんですよ。こうやって別光がちょっと最近ブームですね。では最後がこの一番大きい、私がプロデュースした iPad バッグなんですけれども、これはMacBook の14インチまで入るので、作業したい時だったりとか、あとスタジオに行く時とか、あと泊まり系ですね、お泊まり1泊ぐらいだったら行けるので、私京都と東京行ったり来たりしてるので、その時も必ずこれを使うんですけれども、でちなみに私が使ってる Mac が MacBook Pro の14インチの M2Max でございます。でこのまま iPad も入るし、 Apple Pencil が刺さるポッケとかも入っております。どういう風な中の仕様になってるかっていうのはですね、ちょっとこちらの動画で紹介してますので、よかったら詳しく知りたい人はですね、ぜひそっちを見ていただきたいんですけど、これのいいところがね、ここがチャックになってるのなので、上をねこうやって縛っちゃうと毎回開けるのちょっと大変じゃないですか。だからもう一回縛ったらこっから出すみたいな感じで、もう全てをですねここに突っ込みまくってはい、充電のやつとかも突っ込みまくりまして動いております。でここがショルダーベルトがついてるんですけれども、このショルダーベルトは後ろのところに通してもらったらリュックとかにもなるし、ここ今上につけてるんですけど、そうすると肩掛けになるっていう感じになるので、本当にいろんな持ち方ができるので、やっぱりリュックしすぎるとおしゃれな服着た時にちょっとどうしてもなんかバランス取りにくかったりするので、はい、その時は肩掛けおすすめです。でちなみに私アクセサリーが好きなので、こういうなんかアクセサリーケースをなんか京都と東京行ったり来たりとか泊まりに行く時はこれを持っていくんですけど、これは普通に Amazon で買ってここに中に入れております。お気に入りはですね、私はひろたかのアクセサリーがすごい好きなんですけど、本当に1年に1回このひろたかを買うのを楽しみにですね生きてるんですが、ものお気に入りスタメンちゃんがいるのでここに入れて持ち運びしてます。
はい、ということで以上 What's in my bag でございました。いかがだったでしょうか。今日紹介したアイテムはですね、概要欄のところにリンク載せておきますので、よかったら見てみてください。で、あと、バッグですね、こちらが本革の方は売り切れてしまったんですけど、ナイロン素材の方はですね、あと少しだけ在庫があるので、よかったらですね、こちらもチェックしていただいて、あとジネルですね、この革小物シリーズ全部これね、同じ素材で完全オリジナルで作っております。この AirPods の後は iPad ケース、メガネケースと続いていきますのでチェックお願いします。で、最後ですね、1点ちょっとお知らせなんですけど、私がやってる iPad スクールの iPad メイトスタジオがですね、1年ぶりの生徒募集を現在しております。8月の14からスタートしてるんですけれども、授業が10月からスタートです。なので9月いっぱい募集してまして、今ですね、説明会っていうのをこう毎週やってるんですけれども、そこでこの iPad メイトスタジオで何が学べるかとか、どういう風なキャリアを築けるかとか、どういうことができるようになるかっていうのを私が説明会で Zoom でやってますので、もしスクール興味ある方、1年に1回しかちょっと今募集してないので、今回キッズも大人も募集しておりますので、気になる方、概要欄に LINE のリンクがあるんですけど、そこ踏んでもらったら LINE にジャンプして、で Zoom のURL が飛んできますので、そしたら入っていけます。で、その説明会に参加した人からこの好きな枠、授業枠を取っていけるっていう感じになりますので、本当にね、いつもすぐに席がなくなってしまうので、興味ある方はですね、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。最後までありがとうございます。ではでは、バイバイ。